こんにちは、ずんだもんです。今回はずんだもんのお金なしコメットレイクマシンを iMac に充填2にします。クローバーとオープンコアで違う Mac だと思われると困ったことになるので、ずんだもんはない知恵を絞って設定してみました。やっぱりめんどくさいのは嫌なので、これは全部フィクションです。クローバーで起動した時とオープンコアで起動した時、違う iMac20.2 だと思われてしまうと iMac を持っている人を違うと思われてしまって再登録を求められてしまいます。そのためクローバーでもオープンコアでも同じ iMac だとしなければなりません。世界のみんなにも聞きましたが、このような関係を満たせばうまくいきそうなんだけど、一体どうしたらいいでしょうか。ずんだもんは妖精の中田さんと一緒に考えました。クローバーの方が Mac の機体の番号をいっぱい出してくれるので、クローバーに番号を振り出してもらってオープンコアの方に設定すればよいようですが、オープンコアコンフィギュレーターではこのような細かい設定は無理なようです。そこでまずオープンコアの設定ファイルをもっと細かい方法で整えておいてから、クローバーでシリアルナンバーなどを振り出し当てはめることでやってみようと思います。難しいけどずんだもんは頑張りますよ。まず設定ファイルを細かく直すことのできる P リスト ED プラスというアプリをダウンロードしておきます。一番新しいものをダウンロードしてくださいね。きちんと動くようにしておきましょう。USB メモリに入っているオープンコアの設定ファイルのコンフィグ P リストファイルの名前を変えてデスクトップに置いて、その設定ファイルの中の細かい項目セキュリティとプラットフォームインフォを整えていきます。
ボードシリアルナンバーをMLB へコピー。シリアルナンバーをステムシリアルナンバーにコピー。最後に SMUUID をシステム UUID にコピーします。次にクローバーの方の HW ターゲットを J185AP に設定します。それぞれセーブします。お疲れ様でした。はじめにオープンコアの設定ファイルをデスクトップに置きましたので、これを戻します。オープンコアは USB メモリに入っているので、その EFI パーティションを開いてここではconfig plist ファイルに名前を変えて置き換えをしました。ずんだもんもうっかり忘れていましたが、 USB Mac KEXT ファイルは機種名が違うと動かなくなってしまいます。中身の機種名を変えないといけません。パッケージの内容を見て、これも中身の plist ファイルをplist-ed プラスで開いて機種名の書かれている部分を iMac に重点2に書き換えます。内容を展開して探してみました。書き換える場所は2箇所のようです。中の方も確認してみています。最後に検索して確認しました。このように直した USB Mac KEXT をクローバーとオープンコアの元の USB Mac KEXT と交換しておきましょう。こんな風にクローバーやオープンコアの入った EFI パーティションをクローバーコンフィギュレーターで開いて、それぞれのブートローダーの USB Mac KEXT を交換すると良いでしょう。最後にそれぞれの